皆さんこんにちは。ストレンジハンターのタカです。今回の動画は京都の街を一瞬で華やかにする葵祭について解説していきます。この動画は葵祭に行くぞでもよくわかんないんだよなーって人や、お祭りが大好きな人、京都がめちゃくちゃ好きな人、日本がほんまに好きっていう人だけでなく、葵祭の裏側の話もしていくので、ぜひ最後まで見てくださいね。葵祭はとても有名なお祭りなんで聞いたことがある人もいるでしょう。ところが葵祭って何っていう風に聞かれるとよくわからないんですよね。綺麗な着物を着て街を練り歩くということくらいならわかるという人が多いのではないでしょうか。葵祭で一番僕が言いたいことはこれなんです。葵祭は実は勅使がメイン。葵祭いつもフューチャーされるのが斎王代と言われる女性ですね。今年の斎王代はどこどこにお住まいの誰々さんという風に関西のニュースでは流れます。そんな斎王代ですが、実はお祭りとしてはメインではないんです。大事です。大事なんですよ、斎王代は。でも実はメインじゃないんです。斎王代というのはもともと皇族から出されていた斎王、つまり巫女さんなんです。その巫女さんの代わりということで斎王代っていうんですね。では葵祭のメインって一体誰かっていう話になってきます。実はメインは勅使なんですよ。勅使って聞いたことあります？勅使っていうのは天皇陛下の命を受けて使わされる方、この方を勅使って言います。この勅使は服装は地味ですし、男性ですし、ニュースにも一切なりません。斎王は皇族の代わりに条件はありますが、一般人がなれるようになりました。ところがどっこい勅使は勅使代っていうのはいないんです。つまり代わりはできないんです。代わりではない。それはどういうことかっていうと、現代においても天皇陛下が直接お使わしになった方なんです。いやー、すごい。すごいですね。これをぜひ皆さんに僕は知ってもらいたかったです。京都の街を練り歩いているのが印象的な葵祭ですが、これは路頭の儀って言って、れっきとした神事なんです。ここにも勅使が馬に乗っているという列があるんですが、実はそこにいる勅使は偽物なんです。本物の勅使が出てくるのは下鴨神社と上鴨神社。こちらで祈りを捧げる社頭の儀、その時に勅使の方がいらっしゃいます。斎王代もとても艶やかで魅力的なんですが、ぜひ勅使のことを注目してもらえたらなと思います。ではここからは葵祭って一体何やと、そういうところの話をしていきますね。いつもであれば一番最初に葵祭の説明をするんですが、どうしても勅使のことを先に言いたかったんで、これを後回しにしてます。葵祭っていうのは祇園祭、時代祭と並んで京都の三大祭と言われるものです。平安時代では京都で祭りといえば葵祭と言われたくらいです。祇園祭が庶民の祭りだとしたら、葵祭は貴族の祭りだとされています。葵祭というのは正式に言うと鴨祭りです。京都市内にある上賀茂神社、下賀茂神社のお祭りのことです。もともとは作物が元気に育ちますように、秋にたくさんの実をつけますようにという五穀豊穣を願って始まりました。祭りはなんと1450年も続いています。今も五穀豊穣の名残は神事としてしっかりと残されています。上賀茂神社で5月上旬に行われる鴨比べ馬という神事がありますが、これは2頭の馬が別々に走り出して差が縮められたか広がったかによってその年の作物の取れ具合を占うものでした。本来は五穀豊穣が目的でしたが、平安京ができて京が都へと格上げされたんですね。その時に祭りの形も変えて五穀豊穣から国全体を守るための祭りという風に変化をしてきました。なので勅使や斎王代など皇族が関係しているお祭りになっているんです。マネクマチャンネル。続いては葵祭といえば京都の街を厳かに歩く行列、これぞ葵祭の醍醐味ではないでしょうか。歩くルートは京都の御所を出発して平安貴族の衣装を着た総勢500人の行列が1キロにわたって続きます。下鴨神社、上賀茂神社という流れです。衣装も役人や女人によって様々あります。平安時代の貴族のファッションショーと言えるのではないでしょうか。葵祭のヒロインと言われるのは斎王代。十二単を身にまとって、それは雅な格好をしています。これが見どころの一つです。そんな斎王代は誰でもなれるわけではありません。京都出身の20代の独身女性のみがなれるのです。この条件だけなら簡単かもしれませんが、オーディションや募集があるわけではありません。
さらに莫大なお金がかかってきます。葵祭りできる十二単は、なんとレンタルではなく自分自身で負担して用意する必要があります。その他にももろもろかかります。自分で用意しなければならない総額、これはなんと1000万円以上だと言われています。京都のお嬢様中のお嬢様しかなれないと言われています。そんな斎王代も含めて、艶やかな平安ファッションに身を包んだ総勢500人に共通しているものがあります。それは葵。本来の鴨祭りという名前が葵祭りという名前でも親しまれています。その葵というのは植物の葵です。下鴨神社、上鴨神社の神門が双葉葵。葵祭りで使われているのはおよそ1万枚だそうです。葵は上鴨神社の神話にも出てきます。詳しい神話については上鴨神社の動画でお話ししているので、ぜひご覧ください。神話の中で上鴨神社に祀られている鴨分け雷の大神。この人は神になり天へと昇りました。そんな息子に会いたい下鴨神社で祀られている鴨分け雷の大神の母親の玉頼姫。その母親に対して鴨分け、めっちゃ言わなあかんな。鴨分け雷の大神は母親にお祭りで葵の葉でかずらを編んで祭りをしなさいというお告げをしました。それが神門は双葉葵、これを使うゆえんとなったと言われています。葵は昔はアフヒと書かれていました。これで葵と読みます。葵には神様に会うという意味もあります。一方で神話の中から紐解くと、下鴨神社で祀られている玉頼姫が息子に会いたいという思いも込められているのかもしれませんね。今回は葵祭りの見どころや裏話などをお話しました。マネクマチャンネルではお祭りや神社、都市伝説についてお届けしています。チャンネル登録だけは忘れずにポチリとお願いします。今日は葵祭りのメインは食死ということが一番伝えたかったです。それでは皆さん、次回の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。